ルトンスケール好きです。皆さんも使いましょう。ホールトンスケール。ウルタード5、ゴレンジャーみたいな。ファイブマン絶望な感じしないですか？アルペッチョ、どうも、小野です。今回はですね、251の57の時、皆さんどうやって弾いてますかというのをテーマに、9個スケールを紹介しますので、参考になればなというようなところです。僕がやるなら、このうちの中のどれかを選ぶかなっていうような9個。あんまり使わないのからよく使うのまでありますので、ぜひご覧ください。ということで、やっていきましょう。251なんかドミナント7って言われるやつですね。今回はキーを C でやりますので、ドミナント7。セブンスの音は G7 に当たるわけです。ギター見えますかね。251、D マイナー、G7、で C メジャー7。この中のこの G7 の時、ここで何を弾くかっていうのが今日のテーマです。ね。いろんなスケールを知っていく中で、セブンスのところで出てくるコードスケールなら大体何でも当てはまるのでやっていこうかなっていうようなところです。G7 について皆さん知ってますか？これ、構成音は何なのか。ルート、サード、5度、7度、ルート。これが構成音で、この3度と7度でトライトーンっていう音程になるので、それがすごい不安定だから、ドミナントとして扱われるっていうやつですね。このトライトーンというのを覚えておいてください。これが弦5度というか、増4度の関係。この半音でぶつかるのと同じぐらい、不安定な響きですね。これがコードの中で含まれているのはセブンスしかないんですよね。メジャー7も、ないですし、マイナー7もないですし、オーギュメントもないですからね。そんなところです。で、基本的に G7 ときて何を一番最初に頭に浮かぶかっていうと、やっぱりメジャースケールが第一前提にあるので、メジャースケールですよね、普通はね。メジャースケール弾きましょう。だから、メジャースケールの G7 に対応するモードというとミクソリディアになります。ミクソリディア。これですね。ドレミファソラテド。このスケールになります。これで弾くと一番後腐れない、アウトもしない、インサイド、ずっとインサイドだっていうことですね。こんな風になるわけですね。安定ですよね。こういう風に。何をどうやっても外さないですね、これだったら。そのアボイドノート、4度の音がアボイドになるので、それだけ気をつけなきゃいけないんですけど、ここで書いてあるスケール、ルート、テンション9、サード、スケール、ディグリー4、フィフス、テンション13、あとセブンス、ルート、バークリー式の分析の仕方ですけど、テンションで使えるところは T って書いてあって、使えなさそうなアボイドのところは S って書いてあります。これだと4度がアボイドなので、サース4でこうやってする以外は4度は基本的に一緒に鳴らさない方がいいってことですね。最近鳴らすようになったんですけど、ここでぶつかっていても、サードと4度がぶつかってても別に、そんなに悪い響きじゃないボイシングっていうのがあるので、その場合は別にこれアボイドじゃない扱いでいけるなっていう、そういうこともありますから、一概に理論書でアボイドって書いてあっても別に使い道がないわけではないので、ちょっとその辺注意してみてください。バークリー式だとアボイドとして扱われてます。で、ちょっとこれだけじゃ普通になっちゃってつまんないなっていうので、一つこの中のテンションをフラットさせてみたスケールっていうのがあります。下にあるスケールです。エオリアンドミナントってあるんですけど、ミクソリディアンフラット6みたいな言い方ですね。隣にも書いてあります。フィフスディグリーオブメロディックマイナー。メロディックマイナースケールの5番目のモードですね。フラットさせてみたら偶然にもメロディックマイナーのスケールと同じだったっていうことですね。エオリアンドミナントっていうのはエオリアンスケール。エオリアンスケール皆さん知ってますか？
まあ、普通のマイナースケールですよね。ルート、テンション9、マイナーサード、テンション11、フィフス、フラット6、7、ルートっていうのがエオリアンスケールですけど、そのサードが半音上がってこのドミナント7に対応したエオリアンなので、エオリアンドミナントと言われたりもしてます。まあ基本的にミクソリディアンフラット6で通じるので、あんまりエオリアンドミナントっていう人はあんまり聞いたことないんですけどね。で、もちろんそのアナライズするまでもなく、ミクソリディアンとの違いは6の音、13の音がフラットしてるってことですね。で、これで何が変わるかっていうと、6の音っていうのはサードの次に明るい暗いを表す、こう、テンション、音であるので、僕の主観ね。D マイナーの時とかに6がこうなってると、まあ6これドリアンのキャラクターノートなのでドリアンっぽい響きになりますけど、これがフラットするともっと、これだけでもちょっと暗くなるでしょ？これだけでちょっと暗くなるんですよね。だからミクソリディアンの13じゃなくてフラット13にするとやっぱりちょっと暗くなるんですよ、イメージ的には。で、これで弾いてあげると。で、しかもこのフラット13とサードと、あとルートで、オーギュメントトライアドを作りますから、オーギュメントトライアド。こういうね、不安定なトライアド。だから余計不安定な感じになるかと思います。だから、これを弾いてあげる。もうマイナーに解決するんじゃないかと思うぐらい暗い感じですよね、これね。なんかマイナーとメジャーの合いの子みたいな感じがしますよね。しますよね。こうなってくるとフラット9とかも入れたくなるんですけど、まあというのがエオリアンドミナントです。あんまり意識して使ってるっていう人は見たことないです。あんまりこんな話も仲間内でしないですけど、意識的に気に入って使ってるって方は多分僕の周りだとあんまりいない印象なんですけど、ふとした時に使っちゃってたりはしますよね、多分ね、これ。というのがエオリアンドミナントミクソリディアンフラット6でした。で、よくジャズって言うとオルタードスケールっていう話がなるぐらい有名なのがオルタードスケールです。次のところですが、オルタードスケール。メロディックマイナーの7番目のスケールと同じ構成音なんですけど、7番目のスケール、スーパーロクリアンスケールっていうのがあって、かっこいい名前ですよね。それと同じ構成音なんですけど、ちょっとコードトーンとテンションの扱い方が違うので、まあ別のものとして僕は認識しています。あんまりスーパーロクリアンスケールって言って使うこともないですしね。はい。で、これ割と別にマイナーの2-5でもメジャーの2-5でも別にどこでも合うので、結構便利にどこでも入れてますね。オルタード。で、もう、オルタードって言うと、オルタードずーっともう使ってるので慣れてるって感じ、もう体に染みついてますから、だいたいジャズ面は。みんなもうポン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 使う感じになると思います。で、ちょっと中身をスケールの音を見ていきましょう。ルート、テンション、フラット9、テンション、シャープ9、サード、テンション11、シャープ11、テンション、フラット13、7、ルート。5度の音がないんですよね。その代わり、ナインスの音が2つあるっていうので、ちょっとコードを主体にしたスケールからすると5度の音がなくなっちゃってるので、ちょっとよく意味わかんない感じのスケールになってますけど、これをよくジャズでは使います。で、その下にあるコード進行の例、これ見てもらえばわかるように、オルタードスケールの中に含まれている2つのメジャートライアドを順番こに弾いてます。こういう風に。G オルタードの場合 D フラットオルトライアドと、あと E フラットトライアドが入ってるので、メジャーのね。これを順番に弾くと、オルタードサウンドを表現できるので、それをやってます。こういうサウンドになるわけですね。あとは、オルタードを表すには、G7 から見た3度のメジャー、オーギュメントメジャー7を弾くと、オルタードっぽくなるので、こうですね。この B オーギュメントメジャー7を弾くと、オルタードっぽい響きになります。
メロディックマイナースケール上のダイアトニックコードの関係でそうなりますので、ちょっといろいろこれ調べると面白いの試してみてください。半音上の、もちろんメロディックマイナースケールの7番目の音からスタートしたスケールと同じ音なので、逆を言えば半音上のマイナーメジャー7のコードを弾くと、オルタードなんですよね、これはね。だから半音上のマイナーメジャー7のアルペジオを弾いてあげても、オルタードみたいな感じでこうやって解決する感じが出ますので、面白いと思います。ね、オルタード。よく使ってますかね。こういう感じ。こういう感じでね、使ってあげてください。オルタードでした。今メジャーに解決してましたけど、別にマイナーにも解決できます。マイナーに解決しても別にそんなにそんなに不自然ではないですね。今、変な音弾いちゃいましたけど別に不思議ではないですね。ちょっとよく使ってみてください。というのがオルタードでした。これだけでももう3つ、そのセブンスの時に使えるポシビリティとして3つあるだけでもだいぶ幅が広がりますよね。で、次です。またメロディックマイナー関係なんですけど、リディアンドミナント、リディアン7とかリディアンフラット7とか言われるコード、スケールですね。リディアンスケール、メジャースケールの4つ目のスケールですけど、ドレミファソラシドのファがシャープしたやつ。あれのセブンスがリディアンだとメジャーだったのが、メジャー7がついてたのが普通のセブンスに変わって、ドミナントコードに対応したリディアンってことで、リディアンドミナントっていう言い方がします。ということは、つまり、リディアンスケールがメジャースケール、イオニアンとの違いが4度がそのままかシャープしてるかの違いだったので、これもミクストリディアンとの違いは4度がシャープしてるか普通なのかっていうのの違いです。ちょっと紛らわしいというかまどろっこしいですけど、リディアン7、ミクストリディアンシャープ11、リディアンドミナント全部同じスケールを表しています。シャープ11の音が入りますから、こうやって G7 の時に。結構アバンギャルドに聞こえますよね。こう。一刻も早く解決したくなる感じの不安定さが出ます。で、結構これいろんなところで入るので、例えば、酒バラの2番目のコード。ここのセブンスとか、こういうよくわかんない出自の、よくわかんない出方をするセブンスに当てはまる可能性が一番高いスケールであるなというような印象です。なんでとりあえず分かんなかったらこれ弾いてみて合うか考えるみたいな初見の時にそういう使い方をしたりもします。で、このスケールのいいところはあれですね。251で使うようだったらその251の2のところも2のところをメロディックマイナースケールで弾けばそのまま G7 になった時に同じその D のメロディックマイナースケールを弾いても G のリディアンドミナントになるのでずっと弾いてるスケールは同じだっていう頭でできるのでそこのあたりは便利です。でも背景で鳴ってるコードが変わるのでコードは追ってなきゃいけないんですけどなんかこういう感じになりますよね。だからこういう感じのちょっと不安定な感じになります。これがリディアンドミナントですね。シャープ11をめちゃくちゃ強調させてあげましょう。はい。で、次ですね。ハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローって言われるやつです。僕は長いのであんまり言わないですけど、ハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビロー。もうその通りで、ハーモニックマイナーの完全5度の、ハーモニックマイナーの5番目のスケールだっていう意味ですね。
名前がね。このスケールもハーモニックマイナーの5番目から始まったスケールです。フリジアンドミナントって言ったりします。フリジアンスケールがドミナント化したみたいな、サードがメジャーになったってやつですね。結構これだけで聞くとアラビアンな感じがしますけど、もともとこのスケールの出てきた感じ、出てき方、作られ方っていうのが、まさにこの5-7を作りたくて、ハーモニックマイナースケールが生まれたので、めちゃくちゃマイナーのキーに合うんですよね、これが。でも、オルタードも僕たちは知ってるので、別にオルタードでもいいわけなので、あんまり、過去に、あんまり僕も最初のうちは使わなかったですかね、これは。オルタードとなんというか、区別があんまりつかなかったっていう感じですかね。こんな感じですね。オルタードよりももっとアラビアンな感じがします。オルタードみたく弾くと、これがフリジアンドミナントなんですけど、オルタードだともうちょっとアラビアンさがなくなって、都会的な感じ、スマートな感じになるかなっていうことですね。でこれもオルタードと一緒でメジャートライアドが入ってますので、それを分けて弾くことでフリジアンドミナント感を出すことができます。ハーモニックマイナー感というか。だから G7 のフリジアンドミナントを弾きたいのであれば C マイナーメジャー7を見て C のハーモニックマイナーを弾けばいいわけですね。解決先のマイナーを見て弾くっていうのはこういう意味なんですけど、マイナーに解決する場合はこれを使うといいですよっていうのがよくある教本の話になってます。ぜひ使ってみてください。今のサウンドの違いも、オルタードとのサウンドの違いも分かったと思うんで、ぜひ使ってみてください。で、次がですね、ディミニッシュドスケールです。ハーフホール。半音全音で規則正しく機械的にできたスケール。イチョウの限られたスケールシリーズですね。規則正しいがために、ある程度まではイチョウできても、そこから先はイチョウしたところで全部同じ構成音になっているので判別つかないから、イチョウがうまくできないっていうようなスケールになっています。ハーフホールのディミニッシュスケール。これです。ハーフホールがあれば、ホールハーフもあるんですけど、全音、半音で上がっていくやつも。でもセブンスで使うようだったら、G7 で使うようだったら、ハーフホールの方がいいかなと思います。スケールのアナライズも載せておきましたので、ご覧ください。録音スケールになります。2が2つ出てきてますね。フラット2、シャープ2。でもここまで来ると別にテンションなのか、アボイドなのか、コードトーン、コードトーンははっきり存在しますけど、あんまり考えても意味がないので全部不安定ですから、その表記あんまりしてないです。これも中にトライアドが入ってるので、それをうまいこと使うと、このディミニッシュ感が出ます。ディミニッシュなので、単3度で循環してますから、ディミニッシュって単3度で循環してるじゃないですか。でこういう風に単3度で、同じメジャートライアドないしマイナートライアドを弾いてあげると、ディミニッシュ感出ますよね。これをうまいこと使ってみてください。だからこういう風なフレーズ、こういう感じでディミニッシュスケール弾いてみてください。規則正しく並んでるので、こういうドミナント系の早弾きしたいならこれ結構便利です。フレーズいろいろあるので使ってみてください。この間ソロギターでこういうのとか、こういうのとか、こういうのとかいろいろチョップス必殺技を仕込んで使ってみてください。かっこいいと思います。ディミニッシュスケール。その次はホールトンスケールが来ます。ホールトンスケール、鉄腕アトムみたいな。こういう感じ？なんか白黒テレビの頃のアニメみたいなイメージですね、僕の中で勝手に。
結構好きで、学生の頃から気に入って使って、大学生の頃に深夜に部室に行って朝までずっとこう、ちょっと半分寝ながらメトロノームに合わせてずっとこうやって、ずっとこうやって弾いてるみたいな。なんか、そんな練習もしましたね。スイープの練習でよく使ってましたかね。こういう短いスイープ。オーギュメントとトライアドをそこらかしこに含んでますから、それをうまいこと使ってあげると、こういう風になりますね。ホールトンスケール。あとは昔見たビデオでカートがこの曲ステラバイスターライトのここで弾いてました。ここの G7 のところで弾いてましたね、こうやって。ホールトンスケール好きです。皆さんも使いましょう、ホールトンスケール。はい。ここまでがメジャースケール、メロディックマイナー、ハーモニックマイナー、あとはイチョウの限られたスケールで、いわゆる一般的な感じで使うやつですね。で、あと2つ紹介するのがハーモニックメジャー由来のやつです。まずね、またミクストリディアンシリーズなんですけど、ミクストリディアンフラット9。これですね。ナインスだけがフラットした感じ。その C メジャー C のオーギュメントメジャー7も聞こえてくるので C に解決した感じの解決感が大きく見えますね。でここ単3度っていうか増2度のインターバルを含んでますので、テンションフラット9とサードの間が増2度ですから、この関係ね。この音域差が、音程差があるので、僕的にこの音程差アラビアンな感じするんで、アラビアンなスケールだなと思って、いつも弾いてます。最近よく使うようになりましたかね。今フラット9入っちゃいましたけど。こうやって使うとなんかナチュラルなアラビアン感出ますよね。こういう感じで使ってみてください。割と有用だと思います。で、最後ですね、オルタード5、5レンジャーみたいな。5マン違うな。10レンジャー違うな。レーサー5みたいな。戦隊ものみたいな名前ですけど、オルタード5。フリジアンフラット4っていうスケールです。オルタードスケールの5度が出現したバージョンってことですね。これはハーモニックメジャースケールの3番目のやつですけど、フリジアンフラット4。フリジアンスケールのテンション11の音、4度の音がフラットして、4度がフラットすると、メジャーサードと同じ場所に来ますからね。そう、聴覚上はメジャーサードとマイナーサードが混在しているように振る舞っているっていうような感じのやつです。こういうスケール。僕のコメントで絶望って書いてありますけどこれ結構絶望な感じします。キーが E7 だと思ってするとで中にトライアドが2つこれも入ってるのでマイナートライアドがE マイナーと E7 の時は E マイナーと F マイナートライアドが入ってるのでそれを順繰り弾くとなんか絶望な感じしないですか？
は結構気持ちいいんですけどね。まあ、絶望のスケールです。今言った通り、マイナートライアドが2つ含まれてますので、それをうまいこと使うと、この感じが出ると思います。下に例がありますけど、d マイナー9、g マイナー、a マイナー、a フラットマイナー、c メジャー。そんなところですかね。そんな感じのスケールです。結構使えるんじゃないですかね。ね、ぜひ試してみてください。絶望のスケール。絶望のスケールでした。ということです。以上9つ。自分の気に入ったやつを使ってみてください。というか、まあ曲に応じて、曲の場所に応じて合う合わないもあるので、一応全部一通りは弾いてみて、フレーズを覚えるのもいいし、体にサウンドを入れるのでもいいですし、使えるようになると便利だなと思います。なんとか7ってなって、それがもうあからさまに次のコードが解決先のコードだったら G7 ってあったら次のコードが C メジャーとか C マイナーとかそういう風にちゃんと4度で進行してて絶対これドミナントモーションのドミナントしてるセブンスだなって時はもうオルタードとりあえず弾いておけば間違いないですからオルタードとりあえず弾いてみてください。まあ全部どれ使ってもいいんですけどね。これ9つあってそれぞれサウンドが違うのでちゃんと区別つくようにしてみましょう。あとなんか変な曲の脈絡もなく出てくるセブンスみたいなのは大体リディアン7が合うことが多いのでそっちを候補に入れるのが一番いいかなと思います。そんなところですかね。で、今回使った譜面は僕のブログにも貼ってありますし、譜面の完全版がご入り用の方は、ベースでも販売してますのでご覧ください。別に動画でも見れますし、ブログでも普通に載ってるので買う必要はないんですけども、ビール代にもなりますので、よろしければお買い上げください。よろしくお願いします。ということで、5-7の時何弾きますかという動画でした。ありがとうございました。